リスニングとスピーキングを同時にアップさせる新しいメソッドです。姉は海外で働きたいと言っていました。姉は海外で働きたいと言っていました。姉は海外で働きたいと言っていました。こんにちは、はるなです。今日も一緒に頑張りましょう。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。このスプーンはキッチンにあります。このスプーンはキッチンにあります。このスプーンはキッチンにあります。This spoon is in the kitchen. このスプーンはキッチンにあります。このオレンジのカバンは妹のです。このオレンジのカバンは妹のです。このオレンジのカバンは妹のです。This orange bag belongs to my younger sister. このオレンジのカバンは妹のです。朝6時に犬の散歩をしました。朝6時に犬の散歩をしました。朝6時に犬の散歩をしました。I walked the dog at 6 a.m. 朝6時に犬の散歩をしました。テレビの前に猫が寝ています。テレビの前に猫が寝ています。テレビの前に猫が寝ています。Cat is sleeping in front of the TV. テレビの前に猫が寝ています。このコップは重すぎて運べません。このコップは重すぎて運べません。このコップは重すぎて運べません。This cup is too heavy to carry. このコップは重すぎて運べません。会議の後で電話をかけてください。会議の後で電話をかけてください。会議の後で電話をかけてください。Please call me after the meeting. 会議の後で電話をかけてください。彼はいつもメガネをかけています。彼はいつもメガネをかけています。彼はいつもメガネをかけています。He always wears glasses. 彼はいつもメガネをかけています。姉は海外で働きたいと言っていました。姉は海外で働きたいと言っていました。姉は海外で働きたいと言っていました。My older sister said she wants to work abroad. 姉は海外で働きたいと言っていました。旅行中に風邪をひいたことがあります。旅行中に風邪をひいたことがあります。旅行中に風邪をひいたことがあります。I have caught a cold during a trip. 旅行中に風邪をひいたことがあります。財布をなくして駅で泣いてしまいました。財布をなくして駅で泣いてしまいました。財布をなくして駅で泣いてしまいました。I lost my wallet and ended up crying at the station. 財布をなくして駅で泣いてしまいました。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。このスプーンはキッチンにあります。このオレンジのカバンは妹のです。朝6時に犬の散歩をしました。テレビの前に猫が寝ています。このコップは重すぎて運べません。会議の後で電話をかけてください。彼はいつもメガネをかけています。姉は海外で働きたいと言っていました。旅行中に風邪をひいたことがあります。財布をなくして駅で泣いてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。このスプーンはキッチンにあります。
このオレンジのカバンは妹のです。朝6時に犬の散歩をしました。テレビの前に猫が寝ています。このコップは重すぎて運べません。会議の後で電話をかけてください。彼はいつもメガネをかけています。姉は海外で働きたいと言っていました。旅行中に風邪をひいたことがあります。財布をなくして駅で泣いてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。この靴は高すぎて買えませんでした。この靴は高すぎて買えませんでした。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。バイバーイ。メールマガジンに登録していますか？毎日動画のスクリプトと日本語の豆知識をお届けします。もっと日本語を上達したい人は説明欄のリンクから登録してね。